合格だった。ファイバーを測定したコネクタ損失は 0.3 デシベル、使用書の範囲内。終わった。逆から測った。1デシベル。同じコネクタ、同じファイバー、同じケーブル。片方から 0.3、逆から 1.0。 一方は合格、もう一方は不合格。片方向しか測っていなかったら不合格のコネクタに合格の成績書を出していた。クライアントはそれを受け取っていた。サインしていた。運用に入れていた。そしてどこかで障害が起きていた。双方向測定は余分な作業ではない。本当の数字を知る唯一の方法だ。パート3ではなぜ単によって数字が変わるのか、そして変わった時に何をするかを話す。なぜ数字が変わるのか、双方向測定の原理。なぜ数字が変わるのか。同じコネクタ、同じファイバー、方向が違う、損失値が違う。これを理解するには OTDR が実際にどうやって損失を測定しているかを知る必要がある。 OTDR は損失を直接測定していない。光のパルスをファイバーに発射して戻ってくる光、バックスキャッタと呼ばれるを測定する。各イベントでバックスキャッタがどれだけ落ちるかを見て損失を計算する。問題はここだ。バックスキャッタはファイバー全体で同じではない。すべてのファイバーはコア内に微細なばらつきを持っている。密度、直径、コアとクラッドの界面の際、このばらつきが OTDR に戻ってくる光の量を変える。2本のファイバーがコネクタやスプライスで接続されているとき、その2本のバックスキャッタ特性が少しでも違うと OTDR が誤った読み取りをする。片方向では接続点の後でバックスキャッタが増える。 OTDR はこれを損失が少ない、あるいはゲイン、マイナスの損失値として読み取る。実際よりよく見える数字だ。逆方向ではバックスキャッタが接続点の後で減る。 OTDR はこれを損失が多いとして読み取る。実際より悪く見える数字だ。どちらの数字も単独では正しくない。本当の損失は両方向の平均値だ。これが双方向測定が存在する理由だ。余分な作業としてではなく、本当の数字を知る唯一の方法として、私の場合、片方から 0.3 デシベル、逆から 1.0 デシベル、平均 0.65 デシベル、それがそのコネクタで実際に何が起きているかを示す数字だ。コネクタマッチングとは何か。問題の特定、再マッチングの手順。双方向で測定した数字が違う。次に何をするか。最初の質問はなぜ違うのか。私の場合、答えはコネクタマッチングだった。コネクタマッチングとは、コネクタの単面の物理的な特性に基づいて2つのコネクタをペアリングするプロセスだ。具体的には、フェルール内のファイバーコアの変身。完璧なフェルールは存在しない。コアは絶対に中心にない。常に少しずれている。2つのコネクタを接続するとき、その2つのずれたコアの位置合わせがどれだけ光が通過するか、どれだけ損失するかを決める。2つのコアがたまたまうまく合えば低損失、合わなければ高損失。これが方向性を持つ理由だ。コネクタを逆にして逆方向から測定すると位置合わせの幾何学が変わる。同じ2つのずれたコアが逆の角度で向き合う。これで位置合わせが改善することもある。悪化することもある。それが 0.3 デシベルが逆方向で 1.0 デシベルになる理由だ。コネクタマッチングが原因だと特定する方法。双方向測定で特定のコネクタに大きな差が出たとき、スプライスではなくファイバー全体に分散しているのでもなく、特定の一点にコネクタマッチングが最初に確認すべき原因だ。手順はシンプルだ。ステップ1、コネクタを清掃する。コネクタのフェルールのわずかなズレを修正する。清掃時は90度回す。両方向で再測定する。損失が大きく変わるならコアの物理的な位置合わせが問題だ。コネクタマッチングが確認された。ステップ2、FC 以外のほとんどのコネクタの場合はコネクタを再マッチングする。複数のコネクタが使える場合、異なる組み合わせを試す。両方向で合格範囲内の損失が出る組み合わせが見つかるまでそれぞれを双方向で測定する。私の場合、再マッチングで解消した。両方向から使用書の範囲内に収まった。合格になった。スプライスの問題と対処、再接続の判断基準、現場での立ち回り。コネクタマッチングで一つの問題が解消された。しかし双方向測定は別の問題も明らかにした。スプライスだ。スプライスはコネクタとは違う。回転させることも再マッチングすることもできない。スプライスで双方向測定の差が大きい場合、
選択肢は再接続だけだ。しかしその前にその差が何を示しているかを理解する必要がある。双方向測定がスプライスについて明らかにすること。片方向で低い損失が出て逆方向で高い損失が出る場合、この差は接続されている2本のファイバーのモードフィールド径の不一致によって引き起こされる。同じ種類のファイバー、同じ仕様、同じメーカーでもモードフィールド径が微妙に違うことがある。小さいモードフィールド径のファイバーから大きいものへ光が進むとき、光が広がって損失は低く見える。逆方向から測ると光は大きいから小さいへ進む、損失は高く見える。これは悪いスプライスではない、物理の問題だ。悪いスプライスは見た目が違う。悪いスプライスは両方向で高い損失を示す。どちらの端から測っても損失は一定だ。この区別が重要なのは次に何をするかが変わるからだ。再接続するかどうかの判断基準。ステップ1、平均値を確認する。両方向の損失を足して2で割る。平均値が使用書の範囲内ならスプライスは合格だ。方向間の差はファイバーの幾何学によるもので不良接続ではない。両方の値を記録して次に進む。ステップ2、平均値が使用書の範囲外なら再接続する。接続部自体が問題だ。再接続すれば両方向が同時に改善される。ステップ3、平均値が合格範囲内でも片方向が大幅に範囲外の場合、ファイバー自体を確認する。癒着スプライスで方向間の大きな不一致は再接続だけでは解決できないファイバーの幾何学的問題を示していることがある。私の場合、スプライスで方向間の差が出た。しかし平均値は使用書の範囲内だった。両方の測定値を記録した。クライアントに状況を説明した。合格になった。クライアントは透明性を評価してくれた。何を受け取っているか、そして数字がそうなっている理由を理解してくれた。私の場合、全部伝えた。コネクタは片方から 0.3 デシベル、逆から 1.0 デシベルを示した。再マッチングした。スプライスは方向間で差が出た。平均値は使用書の範囲内だった。両方の値を記録して差の原因を説明した。数字を隠さなかった。よく見える方向だけを提出しなかった。そして何が起きたか、クライアントは理解してくれた。質問をしてきた。答えた。合格になった。数字が完璧だったからではなく、クライアントが何を受け取っているか、そしてなぜそうなのかを正確に理解したからだ。測定する技術者と理解する技術者の違いがそこにある。誰でも OTDR のスタートを押して数字を読める。クライアントが実際に対価を払っているのは、その数字が何を意味するかを知っている人間、そして意味をなさない時に何をすべきかを知っている人間だ。双方向測定は余分な作業ではない。自分が何をしているかを知っているという証明だ。パート3で持ち帰ってほしいことはこれだ。1つ、常に双方向で測定する。片方向の数字は本当の数字ではない。2つ、方向間で数字が違うとき、行動する前に原因を特定する。コネクタマッチングとスプライスの MFD 不一致は解決策が違う。3つ、値を平均する。それが報告する数字だ。それがクライアントに必要な数字だ。4つ、クライアントに見つけたことを伝える。透明性は弱さではない。また呼ばれる技術者と呼ばれない技術者を分けるものだ。シリーズは続く。パート4ではローンチケーブルとレシーブケーブルを取り上げる。何か、なぜ重要か、そして使わない時に測定値に何が起きるか、そこで会おう。